にちは、きこです。今日はアカシックレコードの、見方をまたもうちょっと深めていきたいなと思っています。アカシックレコード宇宙図書館。図書館に行かなくても見れます。もう断言しちゃいますね。図書館っていうところにあるものではないということですね。図書館っていうところに見に行ってもいいんですけどね。自分で今見ることができます。で、情報としてはね、やっぱアカシックレコードちょっと少ないから、少ないというかあるんだけど、それにサポートする、チャネリングしながらサポートしてもらうと結構見やすいんじゃないかなと思いますね。多分だからアカシックレコードリーディングをメインでやってる人っていうのは多分チャネリングをしながらサポートしてもらってるんじゃないかなって感じですね。じゃあ私もハイヤーセルフにサポートしてもらいながらアカシックリーディング見ていきます。じゃあまず、アカシックレコードの場所ですね。左目の先、この辺りですね。この辺りに意識を向けて、この辺、意識を向けますよね。意識を向けて、そこからちょっと扉を開いたような感じでもいいし、その先に行きます。意識を向ける。で、ここから、旧姓の生年月日と、旧姓の名前と、フルネームのね、お名前と生年月日を言います。私は1977年9月22日、山岸明子。はい、これで見ていきます。じゃあ、未来の情報も簡単に取れますので、未来の見方ね。じゃあ、1ヶ月後私何やってますか。1ヶ月後何やってるか見てきますね。意識を向けてると映像として出てきますので、はい、1ヶ月後の私はね、結構仕事がいい具合に落ち着いてますね。よかった。今ね、結構忙しいので、落ち着いて、結構動画を撮ってるような感じですね。で、そうですね。今とそんなに変わりない感じなんですけど、動画をね、結構たくさん撮っているんだなって。今の計画通りですね。このままいくとね。今この未来っていうのは一番近い、1ヶ月後ぐらいだから本当に現実として起こるようなことが見えてくるんですけど、今の自分の周波数から、考えてっていうのかな、今の一番今出している周波数ありますよね、気持ちとかね、そこから、一番近いような未来が出てくるっていう感じになりますので、未来はね結構変わりやすいですね。そう、でも1ヶ月ぐらいだったらこうなっていくんだろうなって感じですね。これが1年後とか5年後になると確率が下がりますので、やっぱりこのパラレルワールドって言って、いろんな未来を自分がもう周波数で選んでるんですね。だからいろんな自分の周波数出てる気持ちっていうのがすごい落ちてる時はやっぱりそういう未来になるから、見てもらったのと全然違うとか言われそうですけど、言いそうですけどね、これはやっぱ変わるんですよ。何種類かあるうちの一つを見る、アカシックレコードで見るっていう形になりますので、近いものに関しては確率としては結構高くなりますけど、これが遠くなればなるほど確率が下がるって感じです。20% ぐらいなんじゃないですかね。1ヶ月後ぐらいだと多分70か80%ぐらいの確率なんじゃないかなと思ってます。そしたら、1年後の私の仕事は何やってるかちょっと見てみますね。1年後の私の仕事を見せてください。わあ、すごい。そうですね。1年後って今何月だっけ。大きいところみたいなところで話をしているような感じですね。やりたいといえばやりたいかもしれないよな。そんな結構拡大するみたいな感じですね。これまだ1年ぐらいになるから確率としては50%ぐらいかもしれない。50-50ぐらいですね、きっと。確率下がってくるからね、だん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 。なるかもしれないし、ならないかもしれない。で、私はね、このね、未来を見ていいのが出てきたら引き寄せちゃうんですけど、引き寄せのやり方もやっちゃいますね。未来を見た後に、そこに自分がいるじゃないですか。自分の見た時は。その自分と今の自分が同じ気持ちになっちゃうと、それがね、自然に引き寄せられちゃうんですね。ですので、それをちょっと今やっていきます。
みんなの前で話をしている自分がどんな、ああ、すっごい楽しそうで、やっぱすごいなんかこう感動してワクワクして、なんかこう涙がね出てないんだけどすごい出るほど感動しながら喋っているっていうのかな、結構熱くなって喋ってるような感じが伝わってきますね。楽しいんだね。みんなもすごい感動して泣いてる人とかもいたりするから、そんな話できるのはねわかんないけど、まあ一応見てるからそういう風になっていくのかもね。50%ですね。こんな感じです。これが1年後の自分ですから、そう、まあ簡単に見えちゃうんですよね。あとは、じゃあ今度氏名とかね。うん。また氏名見ていくとき、もうなんかね、大体1回、この先の先のところにね、あるアカシックレコードにアクセスしてると、ずっとね、ずっとそこに意識を集中してなくても、なんとなくもう、ゆったりとしてる感じでも、見られます。最初の入り口が大事って感じだね、だから。うん。じゃあ、また、こう、よく聞かれる氏名とかね、聞いてみようか。私の、氏名はこの間聞いたか。じゃあ、私の魂の性質みたいなの聞いてみようかな。私の魂の性質は何ですかって聞いてみますね。そうですね。漢字で来てました。癒し、やっぱり癒しなんだね。癒しだけですかね。で、こっからね、癒しってきてわかんないじゃん。癒しってきてわかんないから、もうちょっと詳しく、魂の性質をもうちょっと詳しく教えてくださいって言うと、詳しく見せてくれるから、うん。まあ、そうだな、自分がいることによって、人と人をつなげたり、癒したり、だから本当に結構根っからのスピリチュアルな人なんだろうね、魂的に。うん。そんな感じのが感じますね。うん、ずっとそんなことやってんだね、魂の性質的に。だからもう、なんだろうね、私が生まれた理由っていうのは、まあいろんな前世があると思うんですけど、大体はやっぱりこういうことが好きでずっとやってんだね。スピリチュアルなことばっかり。うん。そんな感じですね。これが私の性質なんだね。これね、また違う人の見たら全然違いますから、みんながみんなこういう感じであとは思っていただくとまた違うんですけど、こういうことも簡単に見えます。あとは過去世。一つ前の過去世なんですかとかやってみようか。ね。一つ前の過去世、私はどんなところに生まれていましたか？じゃあそこに意識を向けるとポンと出てくる感じ。ああ、やっぱ地球じゃないんだね。宇宙っぽいね。宇宙の、惑星はどこですか？今ね、なんか映像が出てるんだけど、どこなのかわかんないから。うん、プレアデスかな？プって言われた気がするから、プレアデスっぽい感じだね。プレアデスですか？うん、プレアデスってくるね。プレアデスで私は一つ前の過去世、プレアデスにいたみたいですね。地球じゃないんだね、やっぱり。じゃあ、プレアデスで何をしてたか、どんな姿だったかっていうのをちょっと見ていくね。プレアデスで何をしていて、どんな姿だったか見せてください。人のような姿ですね。髪の長い男女みたいな。男女女男男女女男わかんないな。なんかすごい中性的な人で、金髪で、み、耳耳というか髪なんだかなんかちょっととんがってるな。まあね、あんまりこっちで言うとね、考えられないようなことしてるからね、よくわかんないんだけど、じゃあ、私は何をしてたんですか？プレアデスで。はあ、はあはあはあ、結構こう、なんていうのかな、何かの機関みたいな、政府機関とかなのかな、地球で言うと。そういうののなんか一員だったみたいですね。へえ。で、そうか、地球に来る前のやっぱ情報収集、このアセンションのために情報収集して、本当にこれに合わせてきてるっていうのが出てますね。へえ。
すごい準備してきてたんだ。びっくりしちゃった。そう、これもね、今私見てますけど、アカシックレコードで見ていますけどね、映像で出てくる人もいれば、映像で、なんだっけ、言葉で出る人もいると思いますし、ただまあ、いつも前世を見るよりも、やっぱりアカシックレコードの方がクリアに情報が取れるんですね。なんか見える気がする。うん。で、なんかね、例えばこう、どこの星ですかって聞いて、プレアデスって言われましたけど、プレアデスがどこに星か分かんなかったら、どこの辺りの星ですかとかね、うん、突っ込んでいくんですよ。どん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 突っ込んでいくと見えてくるじゃないですか。うん。こっち、私に主導権があるんですね。アカシックレコードに主導権があるわけじゃない。まあ、チャネリングに関しても、他のことに関してもそうなんですけど、今世の私自身、まあ、皆さんですね、一人一人に意図する力っていうところが、もう本当に今世ね、何が一番すごいかっていうと、それの力を持って生まれてきてるってことなんですよ。意図することで全ての経験を決めてきてますし、周波数で決めてきてるっていうかな。すごい力を持ってますから、アカシックレコード見るって言ったら見る力を持ってるって感じですね。それに対してやっぱり思考とかが邪魔するんですよ。邪魔するんだけど、まあ、そういうものもひっくるめて認めながら見ていくと、楽しんで見ていただくと見えるんじゃないかなと思います。よく楽しいね、やっぱり。なんか結構アカシックレコード見えるようになったっていう人もいますので、はい。なんかいろいろなね、やっていただくといいんじゃないかなと思います。そしたら、あとね、人のやつもやると面白いかもしれないから、じゃあ、誰かちょっと一人来て。ねえねえ、誰か、ちょっと楽ちゃんこっち来て。娘のじゃあ、そう袋持ってきて。いや、もうここに、宇宙人が、ここに宇宙人が、ごめん。宇宙人じゃない。そうそう、このラクシミーちゃん、ポコ。ラクシミーちゃんがいるから、ラクシミーちゃんの、何がいいかな、ラクシミーちゃんのじゃあ今世の使命をちょっと誕生日いつだっけ？1月26。2011年の1月26日生まれ。2010年だ。じゃあ2010年1月26日生まれ、山岸ラクシュミナヤクが名前なのでね。で、彼女の、今世の使命を見てみたいと思います。騒がしいな、ちょっとごめんなさいね。大丈夫みんな。じゃあ行きます。ちょっとみんな静かにね。ラクシミーちゃんの今世の使命を教えてください。笑いってきましたね。笑い、あなたが笑うってわけで、ラクシミーちゃんの笑いなんですか？そうですね。ラクシミちゃんが楽しむっていうこともあるみたいなんですけど、あとはみんなに笑顔を届けるみたいな。すごくね、やっぱりね、楽しみたいっていうのが使命みたいですね、彼女の。そうなんだね。楽しみたいのに楽しんでもんな。そしたら、悲しい時はママも悲しい、そう。そしたらもう一個ラクシミちゃんの、今ね、ついでなので、今世の魂の性質を見てみますね。ラクシミちゃん、今世じゃない。ラクシミちゃんの魂の性質は何ですかってやってみますね。ラクシミちゃんの魂の性質はどんな性質ですか？ありがとう。はい。ちょっと黙って。ラクシミちゃんの今の、魂の性質は、ちょっと取っとくんだ。調和をね、するようなところがあるみたいなので、人が、なんていうんですかね、彼女がいることで、癒されたりするのかな。だから、彼女がいることで、自分がいることで、周りと、だから調和剤みたいな感じが役割みたいですね。だから今世はね、結構スピリチュアルと普通のことのちょうど中間の、だから調和としてね、来ていたりとかするみたいなので、これが、いろんなところで生まれ変わってきてるんですけど、全てにおいて調和剤のようなことをしているような感じみたいですね。何飲むの？コーラ。こんな感じです。じゃあ今度スーリアくん、ちょっともういい加減して。ちょっとスーリアくんの今世のスーリアは2011年の10月10日生まれですね。はい。で、山岸スーリア・チャンドラナヤクって言いますから、
山岸スーリア・チャンドラ・ナヤク君の今世の使命を教えてください。なんかすごい使命が出てきましたね。山岸スーリアって言うんですけど、スーリアの今世の使命はなんかトップを取るみたいな。使命っていうのかな、それ。トップを取るってなんだろう。なんかこう頂点に上り詰めるみたいな、すごい意気込みで来てるみたいですね。面白いね。意気込み、今世結構そういう野望のようなものを持ってきてるみたいで、はい、これが使命、ね。飲まないの16に置いとこうか。じゃあそのままでいい。じゃあ彼の1個前の前世見てみようか。スーリアのね1個前の前世は何ですか？スーリアはそうですね。これは結構近いところで生まれてるみたいなんですね。インドじゃなさそうだな。アメリカとかそういうとこかな。アメリカで結構好き勝手やってた。好き勝手やって男の子遊びをしていた女の子みたいな感じの、自由な子だったみたいですね。アメリカで生まれてた子みたいです。アメリカじゃない。パスタ関係ない。イタリア。ベジタリアン。わけわかんない。そう。こういう感じで見ていくと面白いと思いますので、いろいろね家族のやつとかやっぱり生年月日と名前を入れると見やすいので、そのまま見ていくことも多分できると思うんですけど、やっぱりね見てちょっと冷静に見ていくっていうのかな、感じが必要になってくると思います。では皆さんいろいろやってみてください。ちょっとほんといい加減にしな。ではまた。